2ヶ月間国民に隠し続けたのだ。イスラエルのネタニヤフ首相が前立腺がんの手術を極秘で受けていたことが発覚したのだ。国家安全保障上の理由と本人は言うけど、市民は街頭で嘘つき、臆病者と叫んでいるのだ。現職の首相が2ヶ月もがんを隠してたんですか？それって民主主義的に許されるんですか？私、がんを隠した首相に国を動かされてたって考えたら、ちょっと背筋が凍りますよ。今日は5本のニュースを一気に横断するのだ。最後の宇宙ニュースが実は日本の未来に直撃するのだ。まず1本目、ネタニヤフ首相の秘密手術問題なのだ。RFI によると、76歳のネタニヤフ氏は先週金曜日、SNS で自ら公表したのだ。前立腺に1センチ未満の悪性腫瘍が見つかり、転移なしで早期発見。現在は良好。ところが手術自体は2ヶ月前のことだったのだ。2ヶ月って長いですよね。普通、国のトップが大きな病気をしたら、少なくとも議会には知らせるものじゃないですか。安全保障上の理由って説明、なんか苦しくないですか？そこなのだ。本人の言い訳は、イランの宣伝に利用されたくなかったというものなのだ。でも反対派の市民は RFI の取材に、これは彼がいつもついてきた嘘の一部だ。本当の問題は、2023年10月7日の前後に何をしたかを調べられたくないのだ、と話しているのだ。つまり、健康問題と政治的スキャンダル隠蔽が混在しているわけなのだ。歴史的文脈で言うと、これは珍しい話じゃないのだ。フランスのミッテラン大統領はがんを14年間隠し続けた。アメリカのレーガン大統領はアルツハイマーの兆候を在任中から隠していた可能性があると言われているのだ。医師でもある専門家が反民主的だがネタニヤフだけじゃないと話しているのはその通りなのだ。ただ今のイスラエルは戦時した状況が全然違うのだ。言ってみれば国民が払い続けた信頼の保険が2ヶ月分いつの間にか引き落とされてたようなものですよね。しかも明細なし。で、2本目はフェット、つまりアメリカの中央銀行の話なのだ。ブルームバーグによると、今週開かれる G7 の主要中央銀行が揃って金利を据え置く見通しなのだ。アメリカのフェットはもちろん、ECB、カナダ、イギリス、日本銀行も含めて、ほぼ全員が動かないという予測なのだ。でも、本当に問題なのはその理由なのだ。なぜ動けないかというと、エネルギー価格の高騰がインフレを再燃させる懸念があるからなのだ。中東情勢でエネルギーコストが上がれば、物価はまた上がる。でも景気はすでに弱っている。利下げしたくても、利下げがインフレを加速させるリスクがある。これ、経済学でいう、スタグフレーションの罠に近い状態なのだ。それって日本にはどう影響するんですか？日銀も動かないなら、円安がまた進む可能性があるってことですよね。私、海外旅行を夏に計画してるんですけど、ちょっと怖くなってきました。鋭いのだ。G7 が揃って金利を据え置く中、日本だけが利上げを単独で進めるのはほぼ無理なのだ。つまり日米金利差が縮まりにくい状況が続く。これが円安圧力になるのだ。今年の夏に欧州旅行を計画してる人は、4万円の旅費が5万円になる計算が現実味を帯びてくるのだ。また海外旅行コストが上がるのだ。3本目はヨーロッパ政治なのだ。ハンガリーのオルバン首相が選挙で大敗してから2週間、各メディアが次のオルバンは誰かという特集を組み始めたのだ。ナシオンによると EU の首脳たちが最も警戒しているのがスロバキアのフィコ首相なのだ。フィコとオルバンは共通点が多いのだ。どちらもプーチンとの関係を隠さない。どちらも EU の決定を頻繁に拒否権で妨害した。ただ違いもあって、フィコはオルバンと違い、他のリーダーと対話の窓口を一応残しているのだ。でも先月の EU 首脳会議で、ポーランドのトースク首相が、やっとロシア人がいない部屋で話せた、と言ったその瞬間に、フィコが横を通り過ぎたのだ。象徴的な場面なのだ。オルバンが選挙で負けたのに、またすぐ似たような人が出てくるって、ちょっと絶望的じゃないですか。右翼ポピュリズムって本当に終わったんですか？私はそう思えないんですけど。ここまでで3問なのだ。ネタニヤフの秘密手術、G7 金利据え置き、円安リスク、そしてオルバン後のヨーロッパなのだ。
残りは2本。4本目はウクライナ、ロシア国境で起きたドローン攻撃なのだ。子供が巻き込まれているのだ。4本目なのだ。ロシアのコメルサントが報じたのだけど、4月25日、ロシア、ベルゴロド州のジェフカソンでウクライナのドローンが車両を攻撃したのだ。負傷者は4人、大人2人と、13歳と12歳の子供2人なのだ。2人とも破片による傷を負って病院に運ばれたのだ。12歳と13歳。紛争地域じゃなくて、ロシア国内の普通の村で子供が傷つく。こういうニュースを聞くたびに、戦争って本当に誰も安全じゃないんだと痛感します。防空システムでその日だけで64機のドローンを撃墜したっていうのも、毎日こういう状況が続いてるってことですよね。正直に言うのだ。毎日64機のドローンを撃墜しているということは、これがもう日常になってるということなのだ。戦争が長期化すると、数字に麻痺してしまう。でも1機でも当たれば、今日みたいに子供が病院に運ばれる。この感覚を忘れちゃいけないのだ。紬はこのニュース、国際社会はどう見てると思う？疲弊となれが怖いですよね。停戦交渉が進まない中で、民間人への被害が当たり前になっていく構造。個人的には国際社会がもっと声を上げてほしいと思うんですけど、それが5本目のニュースにつながる気がします。次は宇宙の話ですよね。そうなのだ。最後の5本目なのだ。ナシオンによると、アルゼンチンが NASA のアルテミス II 月探査ミッションで、ラテンアメリカでただ1マイクロ衛星を打ち上げることに成功したのだ。アテネアという名前で CONAE。ブエノスアイレス大学などが共同開発したのだ。これがなぜ重要かというと、宇宙経済の規模を知ると驚くのだ。2025年の宇宙経済の規模、ノバスペースのデータで62兆円を超えたのだ。そして世界経済フォーラムは2035年には180兆円を超えると予測しているのだ。180兆円って日本の GDP の 1.5 倍なのだ。宇宙は今や国家の威信ではなく巨大なビジネスフロンティアになっているのだ。問題はこの恩恵をどの国が取るかなのだ。日本も関係あるんですか？ JEXA 頑張ってますよね。日本が宇宙で遅れを取ったら、例えば GPS 精度が落ちるとか、防衛能力に影響するとか、身近なところに来そうな気がします。まさにそこなのだ。記事は宇宙は次の植民地化フロンティアになりかねないと警告しているのだ。米中が宇宙のルールを書き換えようとしている中で、日本も乗り遅れると、最終的には衛星通信、防衛、飛行観測まで他国依存になるのだ。冒頭でネタニヤフが情報を隠したという話をしたけど、宇宙でも誰がルールを書くかという情報支配の構図が繰り返されているのだ。今日の5本を横断して見えてくるのは3つの構造変化なのだ。1つ目、民主主義が情報の透明性という土台から静かに崩れ始めているのだ。ネタニヤフの秘密手術がその象徴なのだ。2つ目、世界経済は金利というアクセルもブレーキも踏めない状態で走っているのだ。そして3つ目、宇宙、AI、ドローン戦争という新しいゲームのルールを今この瞬間に米中が決めているのだ。今日覚えておくべき数字は何ですか？私は宇宙経済の180兆円がずっと頭に残ってます。これ、10年後にあの頃に乗り遅れたって後悔しないようにしたいですよね。先輩はどう思いますか？僕の正直な見立てを言うのだ。今日のニュースで一番静かに危ないのは G7 が金利を動かせないまま秋を迎えることなのだ。エネルギー価格が上がり続けると秋に向けてじりじりと家計が削られる。円安が進んで旅行コストが上がる。輸入食料品が値上がりする。それが国民の不満を煽ってフィコやオルバンのようなポピュリストに票が流れる。全部つながっているのだ。あなたは今日のニュースでどれが一番気になりましたか？コメントで教えてほしいのだ。明日はネタニヤフ首相の健康問題とイスラエル情勢の続報を深掘りする予定なのだ。チャンネル登録と高評価で続報を待ってほしいのだ。また明日なのだ。